ポツ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 ポーツマスポーツマスこんな残りますよね。ポーツマスポーツマスって誰だっけ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちらリンレイのツーウェイシャンプーというボディにもガラスにも使えるカーシャンプー。特徴としてはボディの雨染み、黒ずみ、ウォータースポット、ガラスのしつこい油膜、隠れウォータースポット、これ1本で徹底洗浄。ファインセラミックパウダーとキレート剤のダブル効果で汚れを落としますよと。これ1本でガラスもボディも綺麗になりますよ。頑固な汚れも落としますよ。みたいなのがこの商品の特徴です。公式で出しているプロモーション動画見たんですが、まあうさんくさい。これね、リンレイの方にもらったんですよ。もらったんだけど PV がうさんくさい。ほんとうさんくさいの。ちょっとね見てもらいたいんですが、ガラスのそのウォータースポット、イオンデポジット、水垢かなを落とすって結構厳しくない？であとはなんかそのボディを洗ってるところ、こんだけ汚れてますよ、それがこれでこんな綺麗になりますよみたいな、そういう映像もあったんですが、そのボディの汚れ何っていうね、なんかイオンデポジットっぽく見えるんだけどイオンデポジットじゃないでしょみたいな、なんかちょっと塩っぽい感じ、何この汚れみたいなのがついてるんですよ。それがさっと落ちますよみたいな、そんなバカなはずないでしょっていうぐらい汚れが落ちていたので、実際にちょっと使ってみようかなと思います。成分的なところは、さっきも言いましたが、ファインセラミックパウダーとキレート剤、あと増粘剤と pH 調整剤、あと非イオン系界面活性剤、その全体的なところでいくとアルカリ性ですといった感じですね。でこれウルトラハードシリーズなんですが、リンレイのウルトラハードシリーズ過去にいろいろ使ってきました。かなり強力、頑固な汚れも落としてくれる。そこはいいところなんですが、リスク面としてはちょっとそのシミになりやすいとかね、そういったところもあるので、ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。ガラスとねボディ両方いろいろちょっとやっていきたいので、もしかしたら長くなっちゃうかな。ちょっとやる項目がねいろいろあるんです。僕なりにね気になることがあるので、それを今回試していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。こちらがリンレイのウルトラハードツーウェイシャンプーになります。容量がね 800ml、 大きさは、手のひらよりちょっと大きいぐらいの大きさとなっております。特徴とかが書いてあるんですが、ここにご使用になる前に必ず使用方法と使用上の注意をお読みくださいと書かれております。使用方法と注意事項っていうのはこの裏面ですね、ここに書かれているのでちょっと長くなっちゃうんですが、読み上げていきたいなと思います。まずは注意事項ですね。本製品はワックスやコーティング施工車に使用するとツヤの低下や細かい傷が目立つようになる場合があります。気になる場合は本品使用後ワックスやコーティングを施工してください。ワックスやコーティングを落としたくない場合は使用しないでください。っていうことは、このツーウェイシャンプーを使った後に再度ワックスだったりコーティングを施工するのを前提として使ってくださいと。で今使っているそのコーティング剤とかを落としたくないんだったらこれは使わないでくださいということですね。で特徴はダブル効果でウルトラ洗浄、ファインセラミックパウダーとキレート剤のダブルの効果で頑固な水垢、雨染み、垂れ筋をズバッと落とす。コーティング施工前の下地作りにもと。あとはこれ1本で徹底洗浄。カーシャンプーでは落ちにくい古いワックスやコーティング、ガラスのしつこい油膜、隠れウォータースポットを徹底除去。ガラスに使用する場合、洗車用グローブマイクロファイバー製での洗浄を推奨。なるほどね。ガラスは現役で使った方がいいですよと。でスポンジじゃなくてマイクロファイバー製の洗車用グローブがいいですよといった感じですね。全色対応、汚れに応じて希釈と原液の 2way で使用可能。 2way ってそっちだったね。ガラスにもボディにもだと思ってたけど、希釈と原液の 2way でした。で水垢以外の汚れ、虫汚れ、鳥糞、有積剤、ピッチタール、隠れウォータースポットにもよく落ちる。希釈仕様で中型車16台分といった感じ
です。あとね、注意事項まだまだあるんですよ。大事なところが。この辺は使用方法ですね。で、本液は非常に強力なので、使用時必ず保護手袋等を着用してください。で、材質によって変色の恐れがあるので、目立たない部分で試してから使用してください。で、使用方法としては、ボディ全体に水をかけ、砂ぼこりを落としてください。ボトルを5回以上振り、バケツにキャップ2杯の液を入れ、4リッターの水で薄めてください。側面のイラストと QR コードをご参照してください。スポンジに液を含ませて揉んで泡立ててからボディをこするように洗ってください。全体を一度に洗わず、ルーフボンネットサイドのように上から下へ部分ごとに洗ってください。その都度液が乾く前に水をかけ、洗剤成分が残らないようスポンジでこすりながら十分に洗い流してください。一度に汚れが落ちない場合、丸3の作業を繰り返してください。で、ボディが乾かないうちに表面の水分を拭き取ってくださいと。とにかく乾かさないでくださいといった感じですね。で、原液使用でさらに洗浄アップ。原液で使用する場合は水を含ませたスポンジに液を取り、揉んで泡立ててからボディをこするように洗ってください。強くこすりすぎると傷の原因になります。シミの原因になるので液を放置しないでください。だから乾かさないでくださいということです。で、米印、ここ重要ですね。農食車の新車アルミモール、メッキパーツ、ミ塗装樹脂、ホイール、タイヤには原液で使わないでください。傷とかが入るリスクがあるので、新車とかもうほんと綺麗な車には使わないでくださいと。汚れてる車に使ってくださいということですね。で、アルミモール、メッキパーツ、ミ塗装樹脂、ホイール、タイヤは原液 NG と。了解です。で、基本的に赤文字部分が結構重要な部分ですね。輸入車、再塗装車に使用する場合は目立たない部分で試し、問題がないことを確認してから使用する。液が残るとシミや水滴跡の原因になりますと。あと重要そうなことが側面にも書いてあるんですよ。はい、側面がこちらなんですが、使い方はこちらをチェックという QR コードがあります。これさっき言ってた QR コードなので、使い方気になる方はこちら読み込んでから、動画を見て使ってもらえればいいのかなと思います。で、一番重要そうなのがここですね。希釈、原液ともに使えないもの、つまりこの商品自体が使えないものになります。それがいろいろあるんですが、まずは特殊な塗装、艶消しなど劣化した塗装や V、 要はマットブラックとか、そういう塗装には使えませんといった感じですね。マグネシウム、メッキ、アルマイト、ポリッシュ、ハイパーシルバーなどの特殊なホイール、外国製ホイール、ワイヤーホイール、再塗装や艶消し塗装がされたホイールおよびセンターロック方式のホイール、センターキャップ、有色のピアスボルト、ナット、エアーバルブ、キャップ、アルマイト加工されているホイールもかなり多くあるし、メッキとかもね、基本的には車外ホイールには使えませんよという認識でいいのかなとは思います。レザー、布など液を吸い込むような部位、シートとかね、室内には使えませんね。基本的には特殊加工ガラスやミラー、撥水、浸水、着色、防減、そういった特殊な、ガラスだったりミラーには使えませんと。センサー、カメラ、ブレーキ周りなどの安全装置、液がついた場合には直ちに水で洗い流すということですね。で、使えない部分が結構多くあるので、ここら辺はちょっと注意してもらいたいなと思います。ちょっと長くなっちゃったんですが、そしたら実際に使っていこうと思います。はい、そしたらまずはこの車でね、ちょっと試していこうかなと思います。最初にやることとしては、下地処理にも使えるということだったので、この車レインドロップ施工されていて、今撥水している状態です。で、実際にツーウェイシャンプーを使ってその水はじきがなくなるのかどうかっていうのを最初にね、見ていきたいなと思います。はい、そしたらまず希釈して使っていこうと思います。ツーウェイということで原液希釈両方いけるんですが、まずは希釈から始めていきます。泡立てると何リッター入っているのか分かんなくなっちゃうので、一旦ね 3.5 リッター水入れてあります。で、ここにキャップ2杯この 2way シャンプーを入れていきます。白いですね。あ、いい匂いでする。はい、キャップ2杯入れて、こっから泡立てます。こんなもんかな。でも泡立つとね、メモリ8から9リッターのところまで泡がいってるので分かんないんですよ。もうちょいですね。今うっすら層になってるんで、こんなもんかな。はい、希釈できました。そしたら実際に洗っていきます。はい、そしたらここで試していきます。で、まず現状なんですが、
まあ、こんな感じですね。弾いております。でこれがどうなるのかっていうところですよね。スポンジにさっきのシャンプーを含ませて洗っていきます。で洗い流します。おお、落ちてる感じありますね。けど多分アルカリの成分が残ってんのかな。この辺ちょっと浸水状態になったの分かりますか。ちょっと一回軽く拭き上げてみて、でもう一回水かけてみます。っていうのもアルカリ系のその溶剤、今回アルカリ系なんですが、ウルトラハードクリーナーとか使うとアルカリの成分が残っちゃって水はじきがなくなっちゃう。アルカリのその溶剤を除去するとまた撥水が戻るとか、そういったケースあるので、今拭きました。水かけてみます。落ちてそうだね、この辺は特に。けど下の方はまだ落ちてないですね。あ、落ちるね。そしたらもう少しやってみましょう。ちょっとこするように何回かこう洗ってあげると落ちてる感じがあります。実際に洗ってても落ちてる感じがありますね。水はじきなくなりましたね。わかりますか。ちょっとね分かりづらいかもしれないので位置を変えました。わかります。この右側は撥水してるけど左側は撥水しておりません。一回拭きますね。でもう一回水かけます。ちょっと戻った感じあるね。やっぱアルカリの成分が残ってたのかなっていう感じありますが、けど明らかに撥水力が弱まっているのでかなり落ちていると思います。ってなると原液試してみたいよね。はい、そしたら原液施工をしていきます。この辺ですね、撥水しているところでまだ完全には落ちきってないね。やっぱこっちも弱まってるけどそんな完璧に落ちたっていう感じはしないです。でちなみに原液で使うとかなりコスパ悪いです。計算するとこのボトル1個で 0.2 台分なので、汚れがひどいところとかに使っていった方がいいと思います。原液つけました。匂いがいいのがいいね。で泡立ちはもう目は結構泡立ちます。で乾かないうちに洗い流します。おお、やっぱ原液の方がすごいわ。全然わかります。はい、そしたら新品のマイクロファイバークロスでちょっとしっかりめに拭いていきます。で0.2 台って言ったんですが、普通にそんなことはなさそうです。もっと全然使えそう。面を変えて、これは拭き上げるっていうよりかはそのアルカリの成分を拭いてるようなイメージですね。こんな感じかな。そしたら水をかけてみます。あ、落ちてそう。水がゆっくり引いていくような感じ。落ちてますね。やってないところと比較すると結構違うね。この辺やってないです。撥水してますね。こっちのパネルやってます。でこの辺あんまやってないです。こっちの方重点的にやってます。って見ると違いますね。そう考えると、しっかりコーティング剤は落ちていると。逆にコーティング剤は落とす力があるので、コーティング剤を落としたくないっていう人はやっぱ使わない方が良さそうですね。そしたらあとは、汚れとかですね、頑固な汚れが落ちるのかどうかっていうのを試していきたいと思います。はい、とりあえず一旦ねこの車全体的に洗ってコーティング剤落とそうかなと思ったんですが、結構ねしんどいね。最初やった後ろの方、こっちの方は、しっかり落ちているんですが、このドア周り 2,3 回洗いました原液で。けどコーティング剤まだ結構残っている状態ですね。
なのでやっぱコスパ的に原液をどんどん使っていくっていうのはちょっとねしんどい感じがします。ただ洗うっていうだけだったら全然いけます。2way シャンプー1本で車1台原液だけでも洗えるんですが、このワックスを落とすコーティング剤を落とすってなった時に結構しんどい。1本じゃ全然足んないかな多分。あと 2,3 回やんないと多分しっかり落ちないと思うので、そう考えると車丸々1台やるってなるとちょっとしんどいかなって思いました。落ちてるところは落ちてる。その定着は弱いところは落ちてるけど、しっかり定着してるところは落ちてないのか、そこら辺ちょっと分かりませんが、車1台下地処理するってなると結構しんどいかな。続いてこの車で試していこうと思います。でこの車ワゴン R なんですが、黒で若干目に見えるような水垢があるので、この辺が落ちるのかどうか試していきます。で左側は洗わずに右側だけ洗っていこうと思います。で水垢カメラでね映るか問題なんですよね。分かりやすいところで言うとこういうところですね。これだったり、あとこの垂れてるやつ、それ以外にも水垢あるんだけども、肉眼だと分かりづらいかな。特に下の方なんだよね。分かるかな。この辺とか結構汚れてたりしますね。でこれさっきの垂れてるシミなんですが、映像じゃ分かりにくいかも。一旦ちょっと右側半分ね洗ってみようと思います。そしたらまず水をかけますか。水をかけたところで分かんないね。水垢の見える化みたいなもっとしていきたいんだけど、こう拭くとガラスと同じような感じでちょっとポツポツあるのが分かりますね。一旦洗ってみます。まずは希釈した2way シャンプー、普通に洗車する要領で。ちなみにこの車は1回洗ってあります。っていうのも普通に中性洗剤で落ちるような汚れを落としてても意味ないので1回洗ってあります。で今ささっとやった感じですね。で理由としてはシャンプーだから、ささっとやってささっと落ちるんだったらそれがいいじゃないですか。でそこの感じも見ていきたいなということでささっとやりましたが、どうでしょう。落ちてないですね。水垢は落ちておりません。ここに結構水垢溜まってるんですよ。ポツポツ分かりますか。これが全体的にポツポツついてるんですが、やっぱりまだ残ってますね。この辺下の方とか分かりやすいかな。ポツポツ残ってますよね。これが要は水垢なんですが、全体的にまだ残っているような状態です。なので一回ちょっと原液使ってみます。原液でちょっとこするような感じ多めに使ってみます。この辺結構水垢あったので重点的にこんな感じでいいかな。あんまやりすぎてもねちょっと意味がないのかなとは思うので、かなりねっちょりしたような浸水っぽくなりましたね。でボディ面のこのねっちょりはどちらかというとこのモヤモヤとかも含めてアルカリの成分がボディにとどまっている状態、その可能性の方が高いです。ちょっと一回中性のカーシャンプーを使って洗ってみます。左と比べたら違いますね。で一回拭きます。ちょっとしっかりめに拭いてからもう一回水かけます。分かりづらいですね。一回拭き上げて実際に水垢が取れてるのかどうか見てみます。なんか取れてそうな雰囲気はある。ちょっと今離れて撮影していますがどうでしょうか。右の方がね白っぽくなっております。水垢の前に白っぽい。コーティング剤のツヤなのか、左側がねどうなんだ。触った感じねやっぱ滑んないねかなり。けどもうここからかなり差がありますね。しかもちょっともやってる部分もあるし、なんかね洗車傷みたいなのが浮き彫りになった感じはあります。なんかコーティングを剥がしたような感じの雰囲気なんだよね。見た感じ垂れてるシミなんですが、ここ今ちょっと濡れてるのでわからないですね。ちょっと拭きますか。ないね。なさそう、白っぽいのは。でその隣にもあったんですがそれもなさそうなんだけど、ちょっとここはねもやってる。これはねそうなのかだけど、うっすらあるな。ここにうっすらだけどだいぶなくなりましたね。でその代わりやっぱかなり白ぼけだね。落ちてるっちゃ落ちてるけど、
でこれ映るかわからないんですが、この辺ちょっと拭いてみますね。ないわ、ない。こっちとの違い分かります？ちょうどここが境目ですね。こう拭くと分かります？こっちはちょっとポツポツありますね。けど2wayシャンプーを使った方はないです。ということは、軽微な水垢は落とせるのかな。その代わりやっぱコーティングとかも剥いじゃうので、かなり白っぽくなっちゃうし、洗車傷もね目立つようになっちゃいますね。ここがちょうど境ですね。右側の方がやっぱ洗車傷が濃く見えてると思います。これは今回の 2way シャンプーでついた傷なのか、それともそのコーティングの下にいた傷が浮き彫りになってるのかがちょっとわからない部分ではあるんですが、おそらく左側なんかコーティングしてあってそれを剥いだような感じに見えるんですよね、僕的には。それで、下の、隠蔽してた傷が今浮き彫りになってるような雰囲気。水垢は結構それなりに落ちてますね、ちっちゃいやつだったら。頑固なやつになるともしかしたら厳しいかもしれないんですが、頑固なね水垢がねないんですよ。はい、そしたら磨きました。もう境目ないですね。なので半分ちょっと割って右側だけまた 2way シャンプー使ってどんな違いがあるのか見ていこうと思います。水はじきはもうほぼないです。油膜みたいのもなくて、こう水を大量にかければちょっと浸水っぽくなるんですが、もう本当表面はかなり綺麗なので水がさっと引いていくような感じです。水の引っかかりとかもなく綺麗に引いていきますね。そしたら 2way シャンプー使っていきます。原液です。さっきと同じぐらい軽くこするような感じで洗い流します。やっぱりそうだね、アルカリのマークみたいのが貼りますね。右は引かない、左は引くっていうことはやっぱアルカリのマークが貼っているっちゅうことです。ちょっと中性洗剤で洗っていきます。このアルカリのマークってね、やっぱ今回こう検証してみて分かったけど、結構べっちょり貼るね。定着するっていうか。キレート剤が何か悪さしてんの？悪さって言い方おかしいけど、すごいべったりな感じですね。明らかに違いますよね。どちらかというと磨いた後はこの左側みたいな感じでこう水引きが結構早いんですよ。ボディに関して言えばね、ガラスは結構こういう風に膜を張りやすいんですが、何か作用しているような感じです。で、気になる部分はそこじゃなくて、さっき白っぽくなったやつが今回もこれでも白っぽくなるのであれば、アルカリ系の溶剤もしくはコンパウンドみたいなセラミックパウダーみたいなのがちょっと悪さして、悪さって言い方おかしいよな、失礼しました。そういうコンパウンドみたいな感じで磨いて落としていくような感じになるのかどうかっていう部分で磨いた後にもう一回試してみたんですが、どうでしょう。やっぱ若干ね白っぽいね。ちょっと分かりづらいけど、さっきより分かりますかね。ちょうどこの赤い点のところぐらいにマスキングテープの跡があります。で右側若干白っぽいですよね。僕を見てもらえれば分かると思いますが、で左側の方が黒っぽいのでやっぱ若干ね白っぽくなりますね。という感じです。なるほどね。コンパウンドっていうよりかはアルカリの溶剤がなんか来てんのかな、どうなんだろうと若干白っぽくなるっていうことですね。はい、そしたら窓ガラスでも試していこうかなと思います。一応軽めの水垢とあと頑固な水垢2種類で試していきたいなと思っております。でまずはこの面ですね。結構軽めの水垢がついております。水垢だったら油膜なのかな。肉眼でも見るのが結構難しくて、軽く拭いた時にこうポツポツ出る。分かりますかね。分かんないね。ちょっとアップ目にしました。分かるかな、このポツポツ。これね、これが消えるのかどうか見てみようと思います。このポツポツっていうのはかなり薄い水垢だったり油膜だったりするので、肉眼で捉えるのが結構難しいです。こういう風にちょっと拭いてみるとこうポツポツ出てくるよねみたいな感じですね。そしたら使ってみます。で窓ガラスはマイクロファイバー製のグローブ、こちら購入してきました。で原液でちょっと使っていきます。ちなみに水をたっぷりかけるとどうなるのか見てみますか。こういった感じ。
っと油膜っぽい感じですね。ダラーンと。でそこに隠れウォータースポット、隠れ水垢っていうのかな、こう引っかかるっていうの分かるかな。大量に水かけます。でこう引いていくんだけど、こうポツ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 こう水が残るんですよ、引っかかってね。でこれがどこまで軽減されるのかっていうのを見ていきます。で使い方としては、原液をグローブにつけると、水を含ませた方がいいですね。水を含ませてグローブに適量を取ります。でこすっていくような感じなのかな。ちょっとこう揉んであげて、こういう感じだね。洗いこするっていう感じでちょっとやってみますね。よし、そしたら水をかけます。どうでしょう。ちょっと浸水っぽくなったけど、水引いてった時にこのポツポツは変わらず残ってますね。油膜みたいなのは取れたような感じするけど、水垢、隠れウォータースポットと呼ばれるものが落ちたかって言われると、そんなことなさそうですよね。もう一回やってみます。ちょっとしっかりめにこすっていきます。なんか洗剤がヌルヌルして思うように動かないですね。無駄に力を使うな、こするってなると。こんなもんでいってみますか。ちょっと浸水っぽくなりましたね。範囲が広くなりました。で水引いていくとどうなるのか。ポツポツあります？ありますね。ちょっと固く絞ったクロスで成分を拭き取る意味でも一回拭きます。ちょっと中央らへんどう？若干取れてる気がする。完全には取れてないね。けどこの辺ちょっと取れかけてるけど、周り全体は、特に下らへん、この辺は結構ポツポツ残ってますね。見えてないか。この辺もそうですが、洗剤を拭き取ります。もう一回ちょっと浸水状態にします。水をバッとかけます。でこの辺やっぱポツポツ残ってますね。で周りもポツポツしてますけど、ここ真ん中ら辺は結構水引きも遅くて、隠れウォータースポットも取れてるような感じがしますね。ボディに比べてガラスは結構こうベチャってくっつくような感じになりますよね。ちょっと完全に引くのを待ちますか。全然引けませんね。とりあえず、この周りちょっと甘いところに比べて、もう中央のところはやっぱり引っかかりもあまりなく、水が引いてっても水滴の跡っていうのがないですね。ということはある程度取れてるのかな。ある程度ね。で割合で言うとどれぐらいだろう。最初が10だとしたら6、いや4ぐらいかな、取れたの。けどちょっと作業効率とかも考えるとしんどいかなっていう感じはします。そしたらちょっとマスキングテープ貼って、綺麗に取るとどうなるかっていうのをちょっとお見せしたいなと思います。はい、そしたらマスキングテープ貼ったので、左側ガラス美人でちょっと鱗を取っていこうと思います。でガラス美人はこの間紹介した商品なんですが、強酸、強い酸、強酸なので使い方にはすごく注意をしてください。前回前々回、ガラス美人の動画があるので、そちらをねちょっと参考にしてもらいたいなと思います。右側ウルトラハード2ウェイシャンプーを使ったところは結構水引いていきましたね。でポツポツ水が残っている状態です。に比べて左側ほとんど水引きがないのが分かりますかね。でこれ全然水引いていかないので一回拭きます。ほら拭いた時の違い分かります？左側もツルツルけど右側は結構こういうまだらな虎模様みたいになってますね。下側ちょっと甘い。一回乾かします。で何もないです。拭いてみますね。この違いです。わかるかな。下の方は甘いんですが、この辺はよく取れてます。もうほぼ何も残っていない状態で、右側はまだ結構残っている状態ですね。そう考えると今軽微な水垢軽めのやつやったんですが、やっぱそれでもしんどいかなっていう感じはあります。でガラス美人下の方この辺甘いとこういう風に残ってますね。左側も若干甘い。綺麗になるとこういう拭いただけでも水の膜張るぐらいベトッとしてきます。ガラスは特にこれ乾いてってもこういったポツポツっていうのは比較的少ないです。比較的しかほぼない。綺麗に乾いていきます。でこれ水垢とかがあると普通になんだろうな、軽く水拭きしただけで水滴の跡が残ったりするのは水垢とかが原因になっていることもあります。
乾いてみるとね意外に分かんないんですよ。軽微な水垢っていうのは結構ね目に見えにくいので、次目に見えるような頑固な水垢で試してみようと思います。はい、そしたら頑固な水垢試していきます。ここですね、全く落ちません。これはこの間ガラス美人で、3分の1程度落としたんですが、落としていない部分になります。これがどこまで綺麗になるのか 2way シャンプーで試していきます。多分ね無理だと思うんだよね。多分ね、軽めの水垢も落ちなかったのにこれが落ちるわけないと思うんですよ。ここですね、一点集中。どれぐらいやればいいの？滑るね。シャンプーだから滑るのよ。手入れない方がいいわ。もう疲れてきたぐらいでやめておきます。結構やりましたよ。結構っていうのは、プロモーションビデオみたいなの見るとズバッと落ちるみたいな、簡単にねズバッと落ちるような感じの雰囲気だったんですよ。それに比べたら結構こすった方だと思います。浸水になってるけど、アルカリの成分とかもあるので、しっかり成分を飛ばして、で乾いたタオルで拭いて、最終的に水垢が見えるかどうかというところですね。今現状見えてます？見えてないですね。これはまだ水が残ってるからの可能性が大いにあります。完全に乾かします。そうするとどうでしょう。見えてきましたね。ちょっと薄くなってるかも、若干。さっき真っ白だったもんね。けど若干かね、若干は薄くなってるけど、そんな言うほどズバッとって感じじゃないね。今日全く落ちないってわけでもなさそうですね。もう少しやってみます。でここの一点集中型であれぐらいだもんね。そう考えると結構しんどいかも。結構やりましたよ。濡れているとわからないんですよね。乾くとどうでしょう。ちょっと薄くなったかなっていう感じですね。けど残ってはいます。けど最初に比べたら薄くはなってますね。けどこれ全部落とすってなったらかなり時間かかりそうですね。はい、そしたら後日なんですが、この車にコメリの撥水シャンプーをちょっと施工したいなと思って、一回今乗ってる古いコーティング剤を落とそうということで 2way シャンプーを使ったんですが、そしたらちょっとねアルカリの残留がすごいなっていうことに気づいたので、注意喚起としてちょっと今動画を回しております。どの辺だと分かりやすいかな。ここにちょっとなんか垂れた跡みたいなのあるの分かりますかね。これがアルカリの残留みたいな感じで、ちょっとね取れにくくなってるんですよ。ちょっと指で無理やり、良くないんですが、こすったらちょっと変な感じになっちゃったね。ちょっと分かりやすくお見せしたいんですが、ダメだね、取れないね、このシミ。ちょっとこの辺でテストしてみようか。分かりやすいところでこの辺でやってみますかね。あくまでも注意喚起なんですが、どうしようかな。軽く濡らそう。濡らした方が、効果ちょっと薄まるんですが、今現状水はじきこんな感じですよね。ちょっとぬめっと、ちょっとさーっと引いていくような感じで、ここにこの 2way シャンプー、原液でいきますか、をスポンジにちょっと含ませて、でちょっと揉みます。これをこの辺に軽くこういった感じでつけます。でもうすぐでもいいので一回水で流します。かなりベトっとした感じで、しかも垂れたところがすごい浸水状態になってますよね。わかります？こう今完全浸水状態で、ここにシミみたいの見えるの分かりますかね。でこれを一回引き上げますね。ほら、垂れた後にダラーンとかかってないところが水引いていくような感じで、これがアルカリが残っているっていう感じですね。しっかり洗い流さないとこういう風になります。わかりやすいね。で乾くのを待つんですが、ちょっと拭きます。ほら、シミみたいのできてるの分かります？クロス濡らしてちょっと拭いてみます。ほら、取れないでしょ。なかなか取れないですよ。でもうかなり、ゴシゴシいきますね。ちょっとテストなので。これでも結構きついね。徐々に薄くなってきたけど、ちょっと乾いたタオルも使いながら、かなり今めっちゃくちゃ力入れてます。そうするとちょっと薄まったの分かるかな。ゴリゴリ、もうタオル傷とか一旦無視して今ゴリゴリ拭いてってます。今9割方なくなりましたが、この手前らへん、この辺ちょっとあるんで、多分これはさっきボンネットやった時に垂れたやつなんだよね。なんかこれ放置すると
取りにくくなる。でこの状態で一回水かけてみます。そうするとおそらく水の引き方っていうのが、さっきまではこのシミの後に結構浸水状態になってたと思うんですが、それがねなくなると思います。で水かけてみますね。どうだろう。これでやっとアルカリの成分がほぼなくなった状態なんだけども、やっぱちょっとでもシミになりやすいのでちょっと注意必要かな。で僕も結構昔ボディの浸水こうベチャっとなった状態イコールなんかコーティング剤落ちましたみたいなことを結構言っていたんですが、それはねアルカリ成分が残っているケースっていうのもある。で実際は窓ガラスと違ってこういう風にゆっくりゆっくり水がきれいに引いていきます。この状態がほぼ何もないような状態。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらリンレイの 2way シャンプーという希釈しても使える、現役でも使える、で効果がボディの甘じみ、垂れ筋、ガラスの油膜、しつこい汚れを落としてくれるという万能シャンプーみたいなのを使ってみました。成分は界面活性剤とファインセラミックパウダーと、あとキレト剤、増粘剤、pH 調整剤ということなんですが、使ってみた感想でいくとって感じですね。その理由としては、一番はプロモーション動画 PV ですね。YouTube にアップされているんですが、なんかこんな汚れもズバッとみたいな、頑固な汚れもズバッとみたいな、そんな感じで、なんかね僕がその見て思った印象としては、すごい頑固な汚れもパパッと普通にシャンプー洗車するだけで綺麗になりますよみたいな感じだったんですよ。けどそんなことはなかったと。やっぱりその古いコーティング剤を落とすってなれば、何回か繰り返し洗っていけば落ちるんだけども、現役で使ってもね、もう頑固な汚れをサクッと落とすことは正直難しいかなといった感じですね。軽微な汚れだったら落ちるかなっていう感じはあるんですが、やっぱりそのワックスだったりコーティングを施工してあったら、それは落としちゃいますよと。それはね、古いコーティングを落とすとか、割り切っているんだったら全然 OK。これ商品にも書いてあるんですが、ワックスとかを落としたくない場合は使わないでくださいと。あと新車とかにも使わないでください。であと気になったのがアルカリ成分が結構残るなと。最後の方にお見せしたんですが、やっぱね一瞬で浸水状態になるの分かりましたよね。あれがアルカリの成分が残ってしまう。であれ放置すると結構ね磨かないと落ちないようなシミにもなっちゃうので注意が必要かな。であとは気になったところでいくと、ガラスもやっぱ専用の水垢除去剤だったり、水垢取りパッドとかね僕よく使うんですが、あの辺を使った方が手っ取り早い。ずっとやってればね多分ね落ちないこともないと思うんですが、頑固な水垢もね薄くなってはいたので、いずれは落ちると思いますけど、やっぱ普通にシャンプー洗車してもうピカーンっていう感じにはならないっていうところが僕的にって思ったところ、落ちなくはないんだけどね、この辺をしっかり理解して使うんだったら全然ありかなと思います。であとは良かった点として匂いね、匂いいいですよ。すごいなんかボディーソープみたいな匂い、そこはね洗ってて気持ちいいなと思いました。一応ね使い終わった後カーシャンプーね放置しておくと、希釈してるとね下の方にマイクロパウダーみたいなのが溜まっていました。粉みたいなのがね、そこがね分裂してたので、パウダーみたいなのあるなっていう感じは見受けられましたぐらいかな。あとなんだろうな、ちょっとね初心者にはアルカリの残りを見ると結構大変かなと思うんですよね。だから結構ねほんと洗い流す時もしっかり洗い流した方がいいと僕は思いました。とりあえず気になる方はね是非購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。いやーもうくれないだろうな。